お久しぶりでございます。ロックンクローラーズです。去年の5月ぐらいから、更新ストップしておりましたね。ちょこちょこね、ストックしてあった動画は公開したことあったんですけれども、新規でね、こうやってね、収録して公開するのは本当に去年の5月ぶりぐらいです。ブログやね、動画の方でちょこっとね、報告はしているんですけれども、去年のね、5月にですね、兄貴がね、亡くなったんですね。急にね、脳出血で倒れて、5日後にもう延命措置をやめてですね、亡くなりました。そういうことがあってですね、ものすごくですね、バタバタしてたんですね、去年は。その前の12月に、義理の母がね、末期がんで亡くなるってこともあってですね、半年のうちにですね、身内が2人も死んでしまうということもあって、なかなか応える状態で趣味にね向き合えないというか、趣味モードになりませんよね、そんな時ね。で、秋口ぐらいから少しずつですね、実写のオーディオとかカーオーディオですね、こういうもともと持ってた趣味の方をやり始めたりとかしてですね、今年年明けてなんとなくね、ブログの方も公開し始めましたので、一旦ですね、ここで週刊 RC クローラーって形でまとめようと思います。今後はですね、各週とか、または月間みたいな感じでやっていくと思います。まったりとね、お付き合いいただければと思います。初っ端はですね、これですね。アキシャルのね、新しいマシンです。これのね、情報シェアしたくて動画撮ろうかなって気になったっていうのもあります。アキシャルの8分の1の AXP8 ヒラモン。これギラモンって書いてヒラモンとかヒラムーンとかそういう風に読むみたいです。アキシャルのね、完全に新しいプラットフォームですね。全く新しい製品ですね。なんかの、新ボディっていう意味ではなくて、本当に全く新しいものです。これね、僕の中ではブログでも書いてるんですけど、このね、ロッククローラーシーンの流れを変えていくであろう重要な製品だと思っています。わかんないですけどね、どうなるか。ただ、8分の1スケールのロッククローラーっていうものをですね、アキシャルですよ。やっぱアキシャルが出したっていうことが重要なポイントなんですよね。アキシャルってやっぱりね、ロッククローラーの元祖とも言えますし、本格的なね製品としてやっぱ世界中でね支持者が多いし、他のメーカーもねアキシャルが出したものにね追従してですね、ライバル機を出してきたり、またはですねコピー品が生まれたりとか、あとアフターパーツメーカーもですねアキシャルのこういったねシャーシに合ったですねパーツ、安いものからハイエンド品までね出してきますよね。ってことで、これはね中国のメーカーが出したとか、他のねアメリカのトラクサスエレメントが出したっていうのとはまた違くてですね、アキシャルが出したっていうのは完全にねシーンを変える一品ってことだと思うんですよ。しかも8分の1の新しいセグメントの誕生っていう感じがしますね。もちろん8分の1のねクローラーっていうのは他にもあります。でこういうバギー系に関してはね、中国系のメーカーでもねあんまりないですよね。ほとんどないと思います。8分の1のスケールクローラーはありますけれども、ロックバギー、本格的なねロッククローラー、トレイルバギーみたいなこの手のテイストで、8分の1っていうのはほとんどないんじゃないでしょうか。しかもやっぱ何度も言いますけどアキシャルが生み出したってことで、非常にこれは、今後ね5年から10年ぐらいの間でこのねセグメントが盛り上がってくる、きっかけになるんじゃないかなと僕は思っています。RTR でね価格は$579です。これはね結構ね高いですね。このマシンの、特性から見るにですね、もうちょっと年内にはですねキットが出ると思います。399からね$429ぐらいでビルダーズキットみたいのがきっと出てくると思いますね。アキシャルとしてはこのセグメントをですね、LCG に次ぐですね、競技用ロッククローラーの新しいシーンとしてね何かね、提示してるんじゃないかなと、そういう気が僕はしますね。
8分の1のやっぱりねロッククローラーって、全然ありそうで今までなかったものなんで、これはですね流行ると僕は思います。むしろですね流行らせた方が楽しいし、ちょっとね10分の1系、あと LCG もね若干マンネリ化してますよね。飽きてきた感じもしません？やっぱコロナ以降ね盛り上がりが結構ね激しく盛り上がったんで、ちょっと冷め方がね、急速で、ちょっとね盛り上がりに欠けるなっていうのはあるんですけれども、この8分の1のこの登場で、盛り上がってくるんじゃないでしょうか。そんな気がします。このマシンはですね新しいシャーシ、新しいセグメントといってもですねそれだけじゃなくてですね、アキシャルが生み出したですね新しいですねギミック機構も、いくつか搭載されていて、こんなところにですねリアにねサーボがついてます。これはね 4WS ってことではなくてですね ASD 軸選択可能ドライブっていう、直訳ですけどなっていまして、実はですね後輪の軸をロックできるんですね。それだとねディグと一緒なんですけれども、実は左右で個別にロックできるんですよ。ディグは両方ロックですよね。SCX-103 とかバンキッシュのマシンについてるやつ。でもこれはプロポの操作でこのねサーボを切り替えることで、これがこっちこっちって動いてですね、右回転するときはね右軸だけロックさせるとか左軸だけロックさせるってことが可能になっている、そういうギミックですね。あとねトランスミッションもね全く新しい AT6 っていうものになっていて、初めから 30% のねアンダードライブがついています。アキシャルがトランスミッション内にオーバードライブアンダードライブ機構を投入するのは多分初めてだと思います。そんな感じでですね、話し始めるとねこれだけで30分の動画になっちゃうんでこの辺でやめときますが、僕的にはですねこれやっぱね所有してレビューしていかないといけない製品なんじゃないかなと思ってちょっと購入をね考えています。ただ$579ですよね。高いです。今のレートで考えて送料入れてもね1000ドルじゃないや10万円は確実に超えるんですね。でしかもですねこちらの記事でも紹介してるんですけれども、実はこれスペクトラム製のプロポとかバッテリーが入っていてですね A メインでね、個人輸入通販で買おうと思うとですねスペクトラム製品は国外に輸出できませんって表記が出ちゃうんですよ。で買えないんですね A メインでもこういうふうにね。でいろいろですねどうやったら買えるのか、これ転送サービスでね Ship2 とか MyAUS っていうねこれを使うことで転送でね買えるとは思うんですけれども、そうするといくらぐらいなのかなとかって計算してですね、だいたい10万円ぐらいですね今のレートで、ペイパルだとね。でもそれ考えるとですね、OBL ホビーさんがもうね予約受付していてですね12万円で、関税とかもね何も関係なく、保証も多分これOBL さんつけてくれるんで、これで買うのが確実かな、そんな気はしてます。5月以降ぐらいに、出回るみたいなんでちょっと考えてます。アキシャルのね話で長くなっちゃったんでここからはねサクサクいきますが、リーフス RC からねこんなボディ出てますね。 LCG のねこれ結構新鮮じゃないですか、このスタイルね。LCG ボディなんで、こういうね薄型のねものにはなるんですけれども結構いいんじゃないでしょうか。リーフスはですね、サーボメーカーとして始まってますけれども、サーボメーカーサーボブランドとしてねやってますけれども、最近ね、ホイールとかねなんかいろんなねパーツ系のギアボックスとかね出してきてますよね。でボディ登場でしょ。僕的にはこれは多分バンキッシュみたいな RC メーカー目指してるんだろうなという予想をしています。そのうちですねシャーシビルダーズキットみたいのを出してくるんじゃないかな。でいずれですね RTR リーフス RC のパーツで組み上げたね RTR みたいのが、$500-600台で出るのかな。初めはもうちょっと高いかもね。そんな気がしてます。それは多分ね 2,3 年後かな。そうやってね今ねいろいろ成長しているリーフス、今後も楽しみです。
でね、トラクサスなんですけれども、こんなね、8分の1のバギーが出ましたね。トラクサスっていうとね、やっぱりオフロードマシンですよね。まあこれもね、バギーなんですけれども、オフロードっちゃオフロードですけど、こういう系のね、バギーっていうのはね、トラクサス実はね、ほとんど出してませんよね。なんかね、肉のバギーっていうのは出てました。でもこういう本格的なね、8分の1の4駆バギーっていうのは初めてじゃないでしょうか。少なくともね、今現行ラインナップでは初ですね。一応こういう4セルで動くモデルと、もうちょっと安いタイプで2セル対応のもので、メカ違いみたいので出ています。めちゃくちゃ楽しそうなマシンです。続いてはね、 RC フォーウィールドライブのトレイルファインダー2のね、キットですね。もともとこれモハベ2ってボディだったんですけれども、正規のね、トヨタのライセンスを取得してですね、1982のトヨタピックアップっていうね、向こうだとね、ハイラックスそういう社名なんで、それがね、ちゃんとね、トヨタのね、ロゴを取得してですね、取得とかライセンス取得して、このロゴのね、プレートとかも、一緒にね、梱包されたキットが発売されました。ボディはね、モハベ2ですよね、これね。タミヤのハイラックスと同じボディという噂もあります。トレイルファインダー2はね、本当にね、これね、所有感抜群の最高です。最高のシャシ。パッケージとしてやっぱね、トレイルファインダー2っていうのはね、本当にいいんで、走りがどうとかっていうんじゃなくて、所有感という意味でね、あとやっぱりカスタムして走るようにね、改造していく楽しさとか、もしかしたら一番味わえるラジコンじゃないかな。ぜひね、これね、1台は所有してほしい。クローラージャンキーの皆さんにはですね、絶対に経験してほしい1台なんで、非常におすすめです。でね、去年の5月以来、ちょっとラジコンから離れていて、初っ端にね、なんか欲しいなって思ったマシンが、やっぱね、アキシャルの SCX24 なんですよ。やっぱりね、アキシャルなんですよね。なんだかんだ言って、いつもですね、クローラーに対してワクワクさせられるのってアキシャルなんですよ。で、SCX24、これ欲しいなと思ったんですけど、そのきっかけがこれですね、メウスっていうですね、中国のパーツブランドが出しているこのボディね、これ、OEM なのか分かんないですけど、よく見る、ブロンコのね、競技用ボディですよね。これがね、かっこいいなと思って、しかも安いんですよ、これ。このボディキット、しかもね、このシャーシもついて、ボディもついて、デカールついて、$39っていうね、激安、コンバージョンキットみたいなのが売ってるんですよ。SCX24 シャーシ用のね。これオリジナルのやつね。これ8分の1とか7分の1とかでも出てるでしょ。あれですよ。これがね、ちょっとね、作ってみたいなと思って、で、本当によく走る、スモールスケールクローラーっていうのは、やっぱり1台はね、組んでみたくて、スタイル的にちょっとこれやりたいなと思ったんで、紹介してます。ちょっとね、メウスはね、かなり注目してるんで、今後もね、ブログで紹介していこうと思います。続いてはこれだね。バンキッシュのね、ハイエンド。だいたい55万円ぐらい日本でする。ハイエンドクローラーですね。正真正銘ハイエンドって多分これじゃないですかね。オリジンキット。HTN って、こういうね、バンキッシュから出てるロックトレイルバギー、まさにアキシャルのね、最近出たやつの同じ系統のスタイルのトレイルバギー。これ10分の1なんですけども、これは RTR でね、普通に$500ぐらいで売ってるやつなんですけども、これのオリジンキットってことで、こういうね、フルアルミですね。ほぼほぼフルアルミ。アメリカ製のアルミニウムを使って、アメリカ国内で機械加工されたメイドイン USA の、アルミ RC ですね。これがですね、登場しています。リッパーっていうね、伝説のマシンがあります。これはバンキッシュの、もう名機中の名機なのかな。とある企画でですね、作られた、アルミの塊から削り出して、こういうシャーシとかを作ってですね、このケージフレームとかも
そういうものです。溶接じゃないってやつですね。溶接してるところももちろんあるんですけども、極力溶接する箇所を少なくして、一つのね、大きなアルミの塊から削り出すっていう、そういうコンセプトで、ね、作られた、マシンが、これリッパーなんですけれども、これに通ずる、同じようなコンセプトで生まれたのが、このオリジンですね。HTN のオリジン。これはね、ちょっとね、走らせるのが怖くなっちゃうぐらい高いんですけれども、こういうものもあるよってことでですね、誰か買う人いないですかね、日本でね。一人ぐらいいそうな気しますけどね。さすがに僕は手出ませんわ、これは。最後はね、このね、ESC とモーターのね、このコンボ、両コスパメカシステムということでね、紹介しております。アウトランナーモーターとこういうねドローン用のね ESC を改造してねオープンソースのファームウェアをね入れ込んで、こういうねコントローラーのね、レシーバーもね付属したセットで13,000円ぐらいってことで、結構これいいんじゃないですかね。コスパ的にはすごくいいと思います。中国系のこういう製品でもこのモーターと ESC のセットでこの価格っていうのはないんじゃないかな、他に。セキュアっていう読むのかな。このモーター自体はどっかしらの OEM だと思います。サーパスホビーとかその辺なのかな。ただこれちゃんと車用の軸になってるんで、ドローン用のなんか OEM ってわけではないと思います。で ESC はですね、これ Escape32 っていうファームウェア、オープンソースのファームウェアを搭載してます。ホームズホビーのね、トルクマスターミニだっけ、クロールマスターミニだっけ、あれとかに搭載されている AM32 とはまた違うオープンソースのねクローラーファームウェアですね。これ結構なんか良さげな話も聞くんですよね。ちょっと試してみたいですよね。でこういうレシーバーもねついていて、ベックもこれね確かね内蔵されているんですよ。だからね結構良さげです。ちょっと試してみたいですね、これはね。ってことで、そうだ。これね、なんかね、買うときね、いろんなパターンがあるんで、ちょっとこれ注意してくださいね。エスケープ32っていうのが正しいです。BL ヘリとかでも動くけど、これ一応ドローン用のね、ファームウェアが入ってるんで、ベックがありなしとかもあるのでね。AM32 もあんのか。そっか。いいですね。ベックは、なんだやったら 8.2 とかね、12V 3アンペアとかもできるんですね。なるほど。忘れてました。ということでね、ちょっと長くなりましたけれども、こんな感じでね、今回は終了したいと思います。ちょっと久々だったんで話がぐだぐだ長くなってしまいましたが、徐々にね、調子取り戻していきたいと思います。それではまたお会いする日まで。さようなら。